こんにちは、すぬさんです。今日はここにいる日本の名前のちびちゃんのためにバイオアクティブトロピカルケージを作っていきましょう。ちびちゃん挨拶。爬虫類とか両生類の住む環境を実現したバイオアクティブなトロピカルケージの作り方を紹介しようと思います。バイオアクティブというのはカエルとかのペットちゃんとそのうんちやおしっこを分解する小さな虫やバクテリアを一つのケージに入れたものです。それと植物も一緒に入れてケージの中に小さなエコシステムを実現させるんです。エコシステムを実現するには最も重要な登場人物は分解者と呼ばれる虫や菌類やバクテリアです。その分解者のバクテリアや菌類は様々な役割があるんですけど、その中の大事な一つは窒素を循環させることです。例えば、飼ってるペットちゃんのおしっこがきっかけで生まれるアンモニウムがきちんと処理されないと充満してしまって虫や植物が死んでしまうんです。続いて、分解者の虫はそれぞれの役割があるんですけど、よくバイオアクティブケージに使用される虫は、トビムシやワラジムシが多いですね。トビムシは土の中に住んで、土に空気を入れてあげたり、カビを食べてくれたりします。ワラジムシはペットのうんちを食べてくれて分解してくれるんです。もちろん小さいなペットちゃんであれば、彼らの美味しいおやつにもなります。バイオアクティブケージは結構海外で流行ってますね。なんで流行ってるかっていうと、さっき話したみたいに、ワラジムシくんが掃除してくれるんで、私たちの手間がとても少なくなるんですよね。それにペットが自然に近い環境で住むことができるんです。素晴らしいですよね。バイオアクティブケージには通気性とか水はけを良くするために地層みたいにいろいろな種類の石や土とかを積み重ねていきます。一番下の層はドレーン層と呼ばれていて、ここで水が溜まります。このドレーン層にいくつの役割があって、例えば土に必要な酸素を与えたり、ここに、基礎循環にとって大事なバクテリアとかが集まったりするので、非常に大事になってきます。なので、バクテリアを死なせないために、基本的この1層目は乾燥させない方がいいと思います。次の層は、バリア層と呼ばれていて、これは先ほどのドレーン層と3層目にある土の層を分けるものだけです。下から3層目は土の層です。ここに分解者たちが穴を掘ったり、土に空気を入れさせるところですね。分解者がここの腐っていく葉っぱとかを食べて、分解者の排泄物が植物の栄養になるので、エコシステムにとって最も重要な層だと思います。最後に4層目は苔の層で、5層目が葉っぱの層です。たっぷりの苔と葉っぱを置くことで、湿度が保たれて、ワラジムシくんにとって最適な環境なんですよ。さらに、ペットちゃんからも隠れることができるんで、大事な隠れ場所にも、なるんです。こちらの層は結構厚い方がいいと思います。説明は以上で、これから作っていこうと思います。今日はこちらエキソテラの3045の、ガラステラリウムを使っていこうと思います。ちなみにこちらで使用した商品はすべて動画の説明欄に記載しているので、よかったら見てみてください。始まる前に一応届いたケージを洗って、5センチ程度の水を入れて漏れないことを確認した方がいいと思います。私はすでに確認しましたので、これから作っていこうと思います。まずはドレーン層を作っていこうと思います。
今使ってるケージの大きさであれば、だいたい2、3センチの水がここのドレーン層に溜まると思うので、この層の高さは5センチほどにしておきましょう。結局3リットルぐらいの軽石を使いました。ただ、ケージのサイズにもよると思うので、そこは場合に応じて適宜調整してもらえればと思います。続いて、バリア層ですけど、これは100均で買った網戸用のネットですね。で、これを少し結束バンドを使ってケージの形にしたものですね。ここのバリア層は他の層も積み重ねた後に外から見えてしまうんですが、もし外から見れないように工夫する方法をご存知の方いればコメント欄で書いてもらえると嬉しいです。土の層はいろんな種類の土を混ぜて作っていくんですけど、まず万能ヤシ殻マットをだいたい1リットル少し入れます。これは乾燥したものなので、カルキを抜いた水をかけることで膨張してきます。同じくだいたい1リットルちょっとある極み床を入れます。極み床と万能ヤシ殻マットは、湿度保ち、分解シャーが穴を掘ったりするのが主な役割となります。続いて腐葉土を入れます。湿度高い土の中で腐葉土が腐っていくことでカビはトビムシくんが食べてくれて、表面の近くある腐った土はワラジムシくんが食べてくれます。0.2 リットルぐらいのピートモスを入れます。これは万能ヤシ殻マットに似てますが、湿度を保てる時間は比較的に、短いです。次に少し乾燥した葉っぱを入れます。これは腐葉土と同じくいずれ腐っていきますが、比較的に時間を置いて腐っていきます。次に 0.1 リットルぐらいの活性エタノを入れます。ここではお水をきれいにする活性エタノを使っていますが、バーベキュー用とか植物用のものでも大丈夫です。次に少しだけ砂を入れます。これはネットで買った水槽用の底砂です。最後に 0.2 リットルぐらいのベストバイオサンドを実験的に入れてみました。これはバクテリアが入っていて、窒素循環を早める目的で試しに入れています。次にちびちゃんの隠れ家飾りに苔をかけてみています。ここではインスタントの苔を使っています。出来上がったものは手で握ると水が落ちない程度乾燥しています。ここで使っている植物は全部無農薬のものです。後ろ側にある植物の主役としてスキンダプサスを入れます。次はホマロナです。これも後ろの方に入れて葉っぱが前に向くようにしています。続いてヤエコデマリを前に入れています。これは飾り的な植物として入れています。次はボルビティスのベイビーリーフを入れます。この植物はワラジムシくんの隠れ場所として最適です。最後にヤマザキガズラとジャワファンの後ろの方に入れてみました。これは大きめの流れ木です。ペットショップで買いました。次は隠れ家と水置き場を入れて苔を全体的にかけてホマロメナの一歩の手前にアレンジしました。続いて葉っぱの層ですね。たっぷりかけることでワラジムシくんがかけやすく、日光で苔を乾燥させにくくします。最後に水をかけます。このケージは通気性がいいので、湿度の高い環境を作るために上の網にディフェンスシートをかけました。こちらはトビムシくんです。
Yahoo オークションでこの白トビムシを買いました。ここでこのカップ半分ぐらいのトビムシくんに入ってもらいました。次はワラジムシくんですね。ここでは細ワラジムシくんに20匹程度入ってもらいました。ご覧いただいてありがとうございました。これからも、キビちゃんと関連する動画とかコケテラリウムの動画を作っていこうと思いますので、興味ある方はぜひフォローしてください。バイバイ。